食べ物まるっと研究所です。今回は3つの病気を予防する魔法の食べ物をご紹介します。食べるだけで病気を予防できるの？本当ならすぐにでも実践したいと思いますよね。この動画でご紹介する魔法の食べ物はキャベツです。キャベツは最新の研究でも3つの病気のリスクを下げるという結果が出ていて、注目を集めている食べ物です。キャベツは年中手に入って比較的値段も安く料理にも使いやすいので家庭に常備しているという人も多いですよね。そんな身近なキャベツがどんな病気を予防してくれるのか、論文や専門機関の研究をもとにして看護師の視点で解説します。動画の後半にはキャベツを食べ過ぎた場合のデメリットや1日の適正摂取量もお話ししますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではキャベツがどんな病気のリスクを下げてくれるのかご説明していきます。キャベツが予防してくれる病気1つ目は、がんです。キャベツでがん予防？あまり聞かないですよね。でもキャベツに含まれる様々な成分が組み合わさって、がん予防に効果があると言われています。国立がん研究センターの研究でも、45歳から74歳の約8万人を追跡調査した結果、キャベツの摂取量が多い男性の非血縁者は、43% 肺がんリスクが低くなっていたと発表しています。またアメリカのミシガン州立大学の研究では、10代の青年期と18歳以上の成人期に生または短時間調理のキャベツやザワークラウトの消費量が多い人は乳がんのリスクが低いと発表しています。ザワークラウトは動画の後半に作り方をご紹介しますので参考にしてください。キャベツががんのリスクを下げてくれる理由には抗酸化物質の存在が関わってきます。キャベツには体内の活性酸素を除去して細胞や組織を酸化ストレスから保護する働きを持つビタミン C やビタミン E、カロテノイドといった抗酸化物質が豊富に含まれています。酸化ストレスは細胞の DNA などを傷つけ、がんの発生や進行に関係する可能性があるので、これらのダメージを軽減することで、がん予防に役立つと考えられています。また、キャベツには、インドール3カルビノールやグルコシノレートといったフィトケミカルが含まれています。これらの成分は、がん細胞の成長を抑制したり、異常な増殖を抑制すると言われています。特にインドール3カルビノールはアメリカテキサス大学の論文でも乳がんや子宮頸がんなどのホルモン依存性がんを予防すると発表されています。そしてさらにキャベツの食物繊維もがんのリスクを減らすのに役立ちます。キャベツに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌の餌となって善玉菌の増殖を促すので腸内環境を整えて発がん物質の分解・排出を助けてくれるんです。また食物繊維は便の傘を増やして便通を改善するので大腸がんの発生リスクを低下させると考えられています。キャベツが予防してくれる病気2つ目は高血圧です。キャベツには体内の余分なナトリウムの排出を促して血圧を下げる働きがあるカリウムが豊富に含まれています。近年の食事ではどうしても食事中のナトリウム量が多くなりがちです。濃い味が好きな人も多いですよね。ナトリウムの過剰摂取は高血圧の原因になってしまうので、そんな塩分過剰摂取の人がカリウムの多いキャベツを積極的に摂取すれば、ナトリウムの排出が促進されて血圧を低めに安定させる効果が期待できます。カリウムを含む食べ物は他にもありますが、その中でもキャベツはカロリーが特別低いので、普段の食事にプラスして食べることができます。スイスの研究者が複数の研究の結果を分析したメタアナリシスでも、カリウムを摂ると血圧が下がるということが分かっていて、特に高血圧の患者さんで効果が大きかったと発表されています。また、キャベツには血管をリラックスさせて血圧の上昇を抑える効果のあるビタミン C や血圧の調整にも役立つフィトケミカルも含まれています。特にフィトケミカルの中でも抗酸化作用や抗炎症作用を持っているアントシアニンやフラボノイドによって血管の弾力性や拡張性が向上して血圧の調整に役立つと考えられています。このようにキャベツは様々な効果が合わさって高血圧の予防や改善効果が期待できるんですね。キャベツが予防してくれる病気3つ目は糖尿病です。イギリスの研究者たちが22万人以上の参加者を対象とした6件の研究をレビューしたものによると、1日に 1.5 皿の緑の葉野菜を食べると2型糖尿病のリスクが 14% 減少することが分かっています。キャベツは血糖値の急上昇を抑える働きがある食物繊維が豊富です。
食事にキャベツを取り入れることで、食後の血糖値の上昇を緩やかにして、インスリンの適切な働きを促すことができて、糖尿病の予防につながるんですね。また、キャベツには酸化ストレスを軽減して、炎症を抑制する様々な抗酸化物質が含まれています。糖尿病は酸化ストレスや炎症の状態が関与していると考えられていて、キャベツの抗酸化作用が糖尿病予防に役立つ可能性があります。さらにキャベツには免疫機能をサポートして慢性的な炎症のリスクを低減する効果があるビタミン C も豊富に含まれています。ビタミン C は血糖値の調節にも関与しているので、糖尿病予防に役立つ可能性があります。このようにキャベツには主に3つの病気のリスクを下げる効果が期待できるので、毎日食べることでそのメリットも高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。そんなキャベツを食べ過ぎた場合のデメリットと、1日の適正摂取量もお話しします。キャベツを食べ過ぎるデメリット1つ目は、胃腸の調子が悪くなるです。キャベツを食べ過ぎると一部の人には消化器症状が現れることがあります。これはキャベツに含まれるオリゴ糖が関与している可能性があります。オリゴ糖は一部の人にとって消化しにくい成分で、大腸で発酵されることによってガスや膨満感を引き起こしてしまいます。また、キャベツには食物繊維が豊富に含まれているので、過剰な食物繊維摂取によっても消化器症状が起こることがあります。消化器系の弱い人や過敏性腸症候群の人は、摂取量に注意が必要ですね。消化器症状を軽減するためには、キャベツの摂取量を調節することや、よく噛んでゆっくりと食べることが大切です。また、消化を助けるために、食事の前後に適度な運動を行うのもおすすめです。キャベツを食べ過ぎるデメリット2つ目は、甲状腺の機能が低下する可能性があるです。キャベツには甲状腺ホルモンの合成や吸収を阻害する作用を持っているイソチオシアネートと呼ばれる物質が含まれています。キャベツを食べ過ぎてイソチオシアネートを大量に摂取すると、甲状腺機能低下の原因となる可能性があります。甲状腺の機能が低下すると、疲労感、冷感、便秘、体重増加、皮膚の乾燥、抑うつなどの症状が出ることがあるので注意が必要です。ただ、通常の食事範囲内であれば問題はないので、そこまで心配する必要はありません。もともと甲状腺機能に問題を抱えている人や、甲状腺機能低下症の診断を受けている人は、医師や栄養士と相談しながら適切な量を摂取することが大切です。このように体にいいキャベツでも食べ過ぎるとデメリットがあります。長期的に食べ過ぎると体に影響が出る可能性があるので注意が必要です。それではキャベツの適正量はどれくらいなのか気になりますよね。でも特に明確な基準はありません。ただ、厚生労働省では1日に 350g 以上の野菜類を推奨していることを考えると、キャベツは多くても1分の1玉 300g くらいにしておくといいです。キャベツだけでなく他の野菜も組み合わせて栄養バランスを考えていきたいですね。次にキャベツのメリットを最高に引き出す食べ方をお話ししていきますね。おすすめの食べ方の一つ目はザワークラウトです。ザワークラウトはキャベツと塩だけでできるシンプルな発酵食品です。キャベツについている乳酸菌がキャベツの糖分を食べて乳酸を出すことで酸味のある発酵食品になります。乳酸菌は空気が嫌いなので極力空気に触れないように作ることで美味しいザワークラウトが完成します。簡単なザワークラウトの作り方をご紹介しますね。まずしっかり洗ったキャベツを千切りにして塩もみします。塩はキャベツの重量に対して 2% くらいがいいです。手でキャベツをぎゅっと掴んで水分を出すつもりで強く揉み込むのがポイントです。キャベツから水分が出てきてしっとりしてきたら、清潔な保存瓶やジッパー付き保存袋に入れます。容器に移す際はできるだけ空気を抜くのがポイントです。ジッパー付き保存袋の場合は空気をしっかり抜きながら閉じていきます。その後1週間ぐらい常温で保存して、キャベツが黄色っぽくなって好みの酸味になったら完成です。夏だと数日で発酵が進むので調整します。完成後は冷蔵庫で1ヶ月ぐらい保存ができるので手軽にプラス1品ができます。保存の際に発酵すると微量の炭酸ガスが発生します。瓶いっぱいに詰めてしまうと溢れてしまうことがあるので7分目くらいにしておくといいですね。ザワークラウトはそのまま副菜として食べてもいいですが料理にも使えます。サンドイッチやホットドッグの具材にしてもいいですよね。こってりしたお肉料理の付け合わせにすると口の中がさっぱりします。スパイスやカレー粉、
ニンニクとの相性もいいのでアレンジがしやすいです。おすすめの食べ方の2つ目は酢キャベツです。キャベツとお酢、どちらも健康効果の高い食べ物です。それを組み合わせることで保存も効くスーパーフードの出来上がりです。キャベツに含まれる食物繊維とお酢は血糖値の上昇を緩やかにする効果があるので、酢キャベツを食前に摂ることで食後の血糖値の急上昇を防ぐことができます。満腹感も得られるので食べ過ぎ防止にもなって、ダイエットにも効果が期待できます。酢キャベツの作り方は簡単です。しっかり水洗いしたキャベツの水気を拭き取って千切りにします。保存瓶や保存袋に入れて、キャベツが完全に浸るくらいお酢を入れる。空気を抜いて完成です。冷蔵庫に入れておいて10日ほどが食べ頃で、2週間程度保存が可能です。酢キャベツはそのまま食べても美味しいですが、アレンジもできます。お酢が苦手な人はオリーブオイルや醤油をちょこっとかけると食べやすくなります。お酢の種類を変えると味わいも変わるので、自分好みのお酢を選んでいってもいいと思います。今回は3つの病気を予防するキャベツのメリットなど、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいキャベツを適切な量食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。このチャンネルでは食べ物の体へのメリットを中心に役立つ情報を定期的に発信していますので、見逃さないようぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。